日お疲れ様でした。さあ、今日はマシュマロ質問ボックスにいただいたご相談に乗ってみたいと思います。皆さんもですね、ぜひこの方にアドバイスというか温かいメッセージをコメント欄の方に残していただけると嬉しいです。さあ、では早速読みたいと思います。こんにちは。いつもひろみさんの気取らない雰囲気や親近感のあるお話を聞いて心がほぐされています。質問というよりご相談になってしまいますが、私は29歳の女性です。先日お付き合いしている方からプロポーズしてもらいました。このことを友達にも報告しようと思うのですが、どう伝えたらいいのか悩んでいます。私自身、気持ちに余裕がない時に友達から結婚や子育ての苦労話を聞いていると見せつけられているような感覚になり、辛くなることがあります。また、現在婚活を頑張っている友達や独身の子に対して結婚話をすることが自慢話のように聞こえてしまったらと思うと、どう話せばいいのかわからなくなってしまいました。最近は気を使うのも疲れてしまい、またコロナの影響もあり、友達と自然と連絡を取らなくなっていますが、そうすることで寂しさも感じている自分もおり、中途半端なままです。ひろみさんは同世代の女性の友人と話をする際、結婚や子供の有無によって気を使うことなどありますか？また何かいいアドバイスなどいただけたら嬉しいです。ということで、ご相談ありがとうございます。またいつもね、動画を見てくださっているということで本当にありがとうございます。この手の話というか、ちょうど30前後って結婚する人がバーって増えたり、子供が生まれたりとかね、本当にライフイベントが来る、そういう時期だと思うんですよ。だからこうやって仲の良かった友達も全然そのタイミングが合わなくて、自分だけ先に結婚したり子供ができたりして、なかなか今までのように付き合えないっていうのは本当によくあると思うんですね。で、私もありました。私はどっちかっていうと、早くもなく遅くもなくみたいな感じで結婚したのも子供ができたのも、ただなんて言うんでしょうね、姉が私2人いるんですけど、姉よりも先に結婚をしたんですね。今は姉も結婚をして個人情報になっちゃうけど幸せにね過ごしてるんですけど、なのでその姉への報告っていうのもちょっと気を使った時期がありました。で、結論からというか、私がいつも心がけていることは、友達もその時その時で変わっていくものだと思うんですね。ずっと仲が良かった友達もこういうタイミングがずれることによって疎遠になることもあるし、疎遠になる時期があるだけでまた今までのように、あるいは今までよりもっともっと仲良くなることだってあると思うんですね。で、人間だからいろんな変化のタイミングっていうのは人それぞれ違って、でその人のタイプも全然違うと変化の数も違ってきますよね。だからどんどんずれていく、今までと同じように話が盛り上がらなかったり分かり合えなかったりっていうことはすごく当たり前のことだと、自然なことだと思います。だからこういう風ないろいろ気を使ってね話した結果、やっぱり今までみたいに仲良く喋れなくなっちゃったっていうことは今は
きなんだって思えばいいかなって思いますね。ですごくこのご質問くださった29歳の女性の方はすごく気をね使ってめちゃくちゃ優しい方なんだろうなって読んでいて思いました。婚活を頑張っている子とか独身の子に対して自慢話に聞こえちゃったらどうしようとか、あとは自分自身が余裕がない時にね友達の話を快く聞けなかったっていう経験も踏まえて、いざじゃあ自分がそういう立場になった時にどうしたらいいかなって気をね揉んでらっしゃるというか神経をね使っていらっしゃって、でじゃあこんなに疲れるんだったらその友達とコロナもあるしなんかもう会わなきゃいいんじゃないか、喋らなきゃいいんじゃないかって割り切ろうとしても、そこはそこで寂しさがあってっていうことだと思うんです。すごくお気持ちわかります。ただ私がその心にいつも決めているのは、さっき言ったように人それぞれ変化のタイミングも変化の数も変化の大きさも全て違うので、ずっと仲良しこよしってことはないと思うんです。で、本当に縁がある人だったら絶対またどこかで仲良くなれる日が来ると思っています。だからもし嫌われたくないからとか相手に嫌な気持ちを与えたくないからっていうことで報告をしようかしまいかどうしたらいいかって悩んでいらっしゃるんだったら、そこは一回切り離してそれで報告したところで嫌な気持ちになっちゃったとしても、別に嫌な気持ちにさせようと思ってしてるわけじゃないじゃないですか。ただお互いのタイミングが違っただけですよね。だから私がいつも心がけてることの一つに、自分が何かを伝える時ってすごく勇気がいるし気を使うじゃないですか。相手がどう思ってるかわからないしね、相手の状況が今どんなことなのかもわからないし、つい最近ね私もう一個ありました。すごい久しぶりに連絡を取る人で、どういうテンションでね相手の状況もわからない中でどうやって連絡取ったらいいかなって悩んだ時があったんですけど、そういう時にいつも心に決めているのは、自分の中で普通に思ってることを伝えたいことを伝えるっていう、めちゃくちゃシンプルなことなんです。いろいろ考えすぎても結局のところそれは相手にしかわからないし、投げた言葉をどう取るかも相手次第だし、それはもしかしたら今日と明日っていうその投げる日によって相手の虫の居所が違ってて変わるかもしれないしって自分が絶対コントロールできないことじゃないですか。でも自分がコントロールできるのはありのままの嘘をつかないで相手に誠意を持って伝える、その伝え方も誠意があればねいいと思うんです。日本人はよく言われますけど、他人に迷惑をかけちゃダメだってねいう風潮がまだまだ強いですけど、私は迷惑をかけることでしか生きていけないと思うし、かけたらごめんなさいって謝ればいいと思うんです。だからもしね誠意を持ってね、こういう今まで付き合ってた〇〇くんと結婚することになったよって報告をねした時に、すごい私今婚活ですごい悩んでるのによくずうずうしくそんなこと言えるねって、もしですよ、そんなこと言う人友達でいないと思うんですけど、もし本当に相手のタイミングが悪くって言われたとしたら、そこはそういう気持ちにさせちゃってごめんね、ごめんなさいって、でも私はそういうつもりじゃなかったんだよって、今まで話聞いてもらってたし報告1年後に聞いてもそれはそれで嫌じゃないですか。私結婚してたんだとか聞いてもおかしな話だし、そういうことで謝ればいいと思うんです。もし相手が嫌な気持ちになっていたら。私もねありました。ありましたってよくあるんですけど、自分がね、私は基本的に友達が少なくて
狭く深くみたいなタイプなんですけど、その友達もやっぱり時期によって変わってきてます。ずっと仲良しこして子はいないですね、一人も。で、ただその中で決めているもう一つのことは、私がこの子に対してどんなことをされてもこの子が困っていたら絶対に助けるって、決めてる人を友達だと思ってるんですね。だから困ってたら助けたい人っていうんですか。あとはもう一つ最近加わったのは、それがね数年前の条件でここ 1,2 年でね決めたのは、私と同じくらい自分のことを大切に誠実に扱ってくれる人っていうのが加わりました。それまでね、私はすごいいい人ぶってるのが好きっていうか、なんか誰にもいい顔をしたかったんですよ。八方美人で嫌われることがすごく怖かったし、みんなをね助けたいとかも思ってたし、みんなに好かれたいとも思ってたし、でもすっごい気を使うから逆に疲れて引きこもるとかね、なんかもうよくわからない行動を学生の時してたこともあったんですけど、でも自分が同じくらい大切に思ってくれる人っていう条件が加わった瞬間に、友達がねすごくねシンプルになりました。すごくなんて言うんだろうな、今までどんなことがあっても彼女に対して助けてあげようとか勇気づけたいなとか話を聞いてあげたいなとかいろいろと思ってた子もいたんですけど、なんかこう冷静になって考えた時に、その子にねなんかこうその子のことを思って言ったのにもかかわらず急に怒られたりとか、それに対して謝っても仕方されたりとかそういうことがありました。で、彼女の機嫌がいい時にだけ連絡が来るみたいなことがあって、で、そのシャットダウンされるのはね、慣れてるんでいいんですよ。そういう時期ってあるじゃないですか。この方も書いてるみたいに、自分の気持ちに余裕がない時って人の幸せな話とかね聞けないし、特に子育ての話とかも私もそうだったんですけど、いまいちよくわからない。ちょっと虫が鳴いててすいません。なんかそうわからないしね。だからそういう時期もあると思うんです、人間だから。だからシャットダウンされることに対しては今はそういう時期なんだなって思うんですけど、じゃあその子に今まで私が助けられたことってあったかなとか冷静になって考えたら一度もなかったんですね。だから私はその八方美人がゆえにそういうなんか友達付き合いみたいなことをしてたなって気づいて、でフェードアウトをしました。もしその子からまたね連絡が来たりとかしたら普通に接すればいいかなと思ってるんですけど、だからちょっと話が広がっちゃったんですが、もうね何も考えずに普通に報告をされたらいいんじゃないかなって思います。結婚することになりました、なったよって、なんか変に下手に出るのもおかしいし、なんか変なテンションで行くのもね違うと思って、普通に元気ってコロナだけどどうみたいな感じで言った後に、ちょっと報告があるんだけど付き合ってた人と結婚することになったよみたいな感じで、でまたなんか落ち着いたら会おうねって落ち着いたら会おうねって言葉ほんと便利ですよね。でもそうやってそこまで気を使うような人だったらそれでいいと思います。本当にねあなたのことを大切に思ってくれてる人であれば、今ちょっと余裕がなくてねおめでとうって快く言ってあげられなかったとしても、いつか必ず言ってくれると思うし、あの時はごめんねって言ってくれるだろうし、少なからずそういう気持ちを持っていつになってもね、いつかわからないけど言ってくれると思う。だからこっちができることは誠実に嘘をつかず普通に伝えることかなって思います。はい、でもう一つね思うのが、この方すごく気をね使って嫌な気持ちにさせちゃったら嫌だなとか
自慢話に聞こえたら嫌だなって、気持ちに余裕がない時にこういう報告聞くの嫌だよなとか、いろいろと人の気持ちをすごく考えていらっしゃるんですけど、こういうパターンもあるよっていう話なんですね。それは先ほどその姉より先に早く結婚することになった当時の話をちょこっとしましたけど、当時私はなんとなく姉より先にね結婚することに対して申し訳なさがあって、それも失礼な話なんですけど、なんとなくね気をめちゃくちゃ使ってたんですよ。だからそれが態度にも出てただろうし、文面にも出てたと思うんです。でそれをね感じた姉がね、わざわざこんなことを言ってくれたんです。ひーちゃんと、ひーちゃんって言われてるんですけど、私はね本当にその2人の入籍結婚がすっごく嬉しいし、ひーちゃんには幸せになってほしいって思ってるから、だからその私にね気なんて全然使わなくていいんだよって言ってくれたんですね。でその時になんか本当にね私のことを思ってくれてる人の発言ってこういうことなんだなって思いました。なんかこうだからそういうパターンもあると思うんですよ。彼女がすごく心配していることとまた裏腹に、もしかしたらあなたのことを、あなたの幸せを心から喜んでくれる人もいるかもしれない。だからいろんなことを考えると自分だけが疲れちゃっていいことってないんですよ。この人間関係で一番やっちゃいけないのは、自分でコントロールできないことに対して心配したり気を使うことだと思うんですね。だからそれはね、自分がせっかくプロポーズされて嬉しいじゃないですか。私は本当の一生の友達ってパートナーなのかなって思ってるんですけど、親友をね手に入れたようなもんだと思うんです。で一緒に変化をしていける、それこそ大事なパートナーと巡り会えたわけで、こんなに喜ばしいことはないじゃないですか。結婚はねゴールじゃなくて始まりとかいう言葉もあって、それはそれでその通りだなって思うし、結婚したからこそぶつかる壁もあるかもしれないけど、でもそれもそれで楽しいし、2人にとってはいい愛の障壁じゃないけど、絶対にそういう障壁はいい方向にね2人の関係を進めていってくれるものだと思うんですけど、だからとにかく今自分のねそのハッピーを心から堪能された方がいいと思います。相手の周りのことを気にしすぎて疲れちゃうより、今の幸せを味わって相手とね楽しい時間を過ごす、幸せな時間を過ごす、プロポーズして、じゃあこれから段取りどうしようかとか、彼氏から婚約者になって、婚約者から配偶者になってみたいな過程って人生に1回しかないから、その時期をね思いっきり楽しんでいただきたいなって私は思います。だからねとても優しい方だからこそこうやって考えちゃうと思うんですよね。だけど一旦それも置いといて、自分が誠実にねシンプルに伝えるだけで OK だし、相手が嫌な顔してきたらごめんねって謝ればもうそれで OK です。人は変わっていくから、本当に縁があったらいつかまた一緒にね笑い合えるし、縁がなかったらそれまでだし、お互いの変化の時期が全く一致するなんてことはないです。ないけど、自分が周りに合わせるんじゃなくて、自分の足で自分の変化をね楽しみながら、時には苦しみながら歩いていった先にまた新しい出会いがあります。私も結局開業して、さっき言った友達ともフェードアウトをして、でまた今新しいとても素敵な大切にね思ってもらってるなっていう、そういったお友達に出会いました。それもなんか世代も全然違う方もいるんですけど、すごく私は尊敬してるし、なんか前向きなね話しかしなくって、すごくなんか楽
楽しいなって思うんです。だからその自然のままね、なんか変化って自然だから、そのままなんか変わらないようにするとかじゃなくて、その流れに乗ればいいと思うんですよ。その時々に会う人たちに対して嘘をつかず誠実にしてたらいいんですよ。だからそんなに怖がることは全くないし、今この瞬間を彼と共に楽しんで幸せをバンバン感じて、でハッピーにね気持ちになると細胞が喜んで免疫力も高まるから、コロナに負けない体になると思うので、この絶好の機会を使いまくってほしいなってすっごく思います。結婚だけじゃなくて出産もね育児もね同じだと思うんですよ。出産して例えば相手のお友達の子は元気だけどうちの子は元気じゃなかったとか、いろんなことがあると思うんです。怪我をしたとか、友達に暴力を打っちゃったとか、なんか同じように子育てをしている中であったとしても絶対に分かり合えなかったり、こうつながってても話ができなかったりあると思うんです。友達とはいえね。だけどそれが当たり前なことだと思うし、私はそういう時はそれ以外の話でね話をこうするようにはしてますけど、例えば相手の方から相談をされない限りはその話題に触れないようにとかはしてるし、それで学生の時からずっとね、なんだろう、頻繁に連絡は取らないにしても、私も彼女もお互いやってることがあって頑張りたいことがあって、その話でつながったりとかありますね。だからいろんななんか形はね、友達っていう形はねどんどん変わっていくと思います。今回に限らず。だから私のその思ってる心がけてることっていうのが、どこまでご参考になるかわからないんですけど、今の私がこちらのご相談を読んで思ったのはそういうことかな。ぜひね皆さんも視聴者の皆さんもコメント欄とかで何かいいアドバイスがあれば書いていただけると嬉しいです。いやでもね本当にちょっと最後になっちゃったんですけど、プロポーズおめでとうございます。本当にね一生に何回もないからほとんどの場合は、だからめちゃくちゃ楽しんでほしいなって思います。本当におめでとうございます。ということで今日は、29歳の女性の方からのご相談に乗らせていただきました。今夜も皆様にとって穏やかな夜になりますように。また次回の動画でぜひお会いしましょう。夏の虫が鳴いています。ではおやすみなさい。またね。